りました。ししまるは現在お家に帰ってまいりました。今は夜7時過ぎぐらいになるんですけれども、この24時間の間にいろんなことが起きすぎたので、ししまる友の会の皆様にシェアしようかなって思って動画を緊急で撮ってるんですけれども、これめっちゃ言いたかったん、緊急で撮ってるって。なんかいろんなお話があって内容をぐっと凝縮してひとまとめにしておりますので、皆様楽しんでいただければなって思うんですけれども、ししまるこれ何してるかって言ったらね、今韓国のチングたちが日本に遊びに来てて、でこれししまるがお願いしてたものを韓国から持ってきてもらったんですよ。でちょっと皆様開けながらお話ししていくので聞いていただければなって思うんですが、スカイチーム系列のマイルですね。マイルを貯めていてたのをすっかり忘れておりまして、でスカイマイルって何かって言ったら、大韓航空さんを率いて、スカイチームっていう、飛行機のチームがあるんですけれども、それのねマイルの有効期限がもう切れますよっていう連絡来てて、すっかり忘れてたみたいな感じで、飛行機のエア取ろうかなって思ってたんですけど、それがねちょっと足りなかったんですよ。でスカイマイルも持ってなかったのでどうすることもできなかったので、アメニティとかこういったものに両替じゃない、交換できるって言われて、めっちゃいいやんと思って、むしろこの箱めっちゃ可愛すぎて、なんかキャンピングセットみたいな感じでお外でカフェした時に遊べたりとか、あとはなんか多分いろいろ使えるんですって。テーブルになったりとか物入れたりとかいろいろ運んだりするのにすごい便利で、上がまな板の代わりになるので遊べるみたいな感じやったんですけど、可愛すぎて一目惚れ。なんか飛行機は別に LCC で行ったらいいし、これめっちゃ欲しいと思ってゲットいたしました。でところが問題が一つあって、スカイチームで得たこのアメニティというかこの交換できるものってね、韓国国内にしか発送できないんですって。なので通常は日本に配送すること一切不可っていうことで、どうしようって思ってたんですけれども、今回日本に来る予定のあったチングの一人がですね、それやったら俺んとこ送ってきてみたいな感じで、日本じゃあ近々ししまるのところに遊びに来るから持っていくねって言ってくれたので、お言葉に甘えさせていただきました。行けるのが確か韓国インチョンからプサンとか、インチョンからジェジュとか、そういう国内線は利用できたんですけど、でも何ぼか余ってくるんですよ。それやったらキチキチに使いたいからって思って、これを全部交換いたしました。このタオルも全部交換しました。めっちゃ可愛くないですかこれ。今回今日の朝からですね、1日あったことを簡単に Vlog 形式に撮影してみたんですけれども、韓国の古くからのチングがですね大阪に遊びに来るということで、何回も彼は来てるんですけれども、ただ子供たちを今回連れて行きたいっていうことで、中2の女の子と上が高2の女の子で、長女と次女2人連れてくるっていうことで、ママは韓国でお留守番しておくということだったので、パパ率いる3人の親子旅ということで展開していくんですが、ただその前にですね、それだったらししまるも日韓交流をぜひしていただきたいなと思って、ししまるの古くからの日本の友人ですね、チングを誘って、ちょうど、1番目長男と長女で、高2の男の子と中2の女の子がいたので、めっちゃ最高やんと思ってマッチングさせようっていうことになったんですよ。でそれで日本の家族と韓国の家族をドッキングさせる、まさに日韓のセンター長みたいな感じで、今日はお届けできればなって思ってるんですけれども、やっぱりししまるとその韓国のおっぱもですね、昔から知ってるように自分の子供たちとか共有できたりとか、いろんなものづくりできたりとか、一緒に何か経験してほしいっていう思いが強かったので、それだったらししまるもですね、子供たちを誘った方が絶対面白いなって思って今回お誘いすることにしました。そもそもししまるは一番最初にそのおっぱと出会った時なんて韓国語一つも喋れなかったんですよ。ほんとアニョハセヨぐらいしかできなかったんですけど、結局ね自分自身も仕事をしながらちょっと勉強して、なんか本気で勉強した2ヶ月ぐらいなんですよね。でもそんな言葉の壁なんて全然もうほんと ほぼ関係なくずっと遊んでたので、本当に古い付き合いになるんですけれども、今日はですねいろいろあったので、この動画がもし韓国の方にも届けばいいなって思ってるんですけれども、一旦まずは本日の朝からの出来事をシェアさせていただきたいと思います。子供と触れ合う機会とかももうほぼなかったから、なんかすごい新鮮な一日になりましたね。なんか疲れたけど、いやーそれがね
また遡るんですけれども、韓国の家族がとんでもない事件に遭遇したんですよね。これも合わせて見ていきましょう。どうぞ。오빠, 왜 그래 갑자기? 어제 저녁부터 그랬는데 어. 지금 계속 이게 안 나아지네. 그래서 약 혹시 뭐 먹어야 되나 해서 그 일본 소화제 있잖아. 그거 사서 먹기는 했는데 그거는 안 되는 것 같고. 내가 좋은 약을 있으니까 내게 도착하면 나한테 전화하면 됐는데 내가 설명할 테니까. 그래? 그리고 그 약국에서 약 먹으면 금방 낫나? 좋아진 것 같은데, 그리고 좋은 약을 있으니까 갖고 가고, 오늘 먼저 오빠 무리하지 말라고. 조금 쉬어야 돼. 근데 애들 괜찮아? 지금 호텔에 여기 숙소에 있는데 아직 첫째는 자. 첫째가 잤다고? 지금 일어나야지 빨리. 들- 어디 갔다가 와서 또 쉬는데 밥도 먹어야 되는데. 어떡해 진짜. 둘째는 괜찮아? 나만 그래. 마지막에 어. 그 전갱이하고 고등어 시켰거든. 근데 전갱이 아니면 고등어 2개 중에 1개가 그런 것 같아. 그 이상한 냄새 같은 거 느낌이었나? 냄새는 모르겠어. 맛은 어땠어? 맛 약간 들렸어. 진짜? 그럼 약간 이상한 느낌이었어? 약간 전갱이가 약간 그랬어. 오빠 근데 결제할 때는 현금 아니라? 카드로 했어. 카드를 했어? 어. 먼저 내가 그 견자에 신고하고, 그리고 오빠는 약을 어떤 거? 뭐 그거 사서 먹었거든. 그게 소화제 좋다 그래서. 근데 이게 그거 먹었는데 이게 소화제가 그 소화가 안 돼서 그런 게 아닌 것 같아. 이거 그래서 오빠 인터넷에 검색해 보니까 식중독 증상이라고 해서. 많이 좀 목소리도 좀 안 좋은 것 같다. 조금 좋아진 것 같긴 한데 그래도 약 먹어야 될 것 같아. 약 먹고 하루에 좀 이따 쉬우면 진짜 괜찮은 것 같다. 그래가지고 먼저 진짜 약을 먹어야 돼 오빠. 약을 안 먹으면 더 나쁠 거야. 알겠어. 흔적에 있잖아. 약국 봐야지 어디 있는지. 약국 있어. 그 걸어가면 이라는 곳에 있으니까 내가 그 지도 보내줄게. 걸어가면 5분 정도야. 알겠어. 그리고 옆에 우동 가게 있으니까 그 우동 가게에서 좀 따뜻한 거 먹고 약을 먹어야 돼 오빠. 지도 보낼 테니까 점심 식사 그쪽에 가면 돼. 알겠어. 보낼게. 도착했어? 오빠 여기 약국 앞에 왔거든? 그래? 그럼 들어가서 그 사람이 맞아 잠깐 여기 사람 있어? 약사가 아니 기다려 봐야 돼. 어디다가 말해야 돼? 그냥 바꿔줘. 내가 계셔? 얘기할 테니까. 그래? 잠깐만. 스미마생. 모시모시. 텔레폰. 전화. 모시모시. ありがとうございます。괜찮대. 얘기했어? 얘기했어. 근데 얘기했으니까 아빠 그 약을 먹고 같이 먹고 OS이라는 물 있어.
OS가 제일 좋아. 아 저거. 있었지? 아 OS1. 응, 맞아. 이게 물이야? 물이 같은 약이야, 약. 아 그래? 이거 먹으면 화장실 가야 되는 거 아니야? 아니야. 아니야? 그거는 물. 약은 약은 뭐 이상한 노란색 박스에 정 뭐라고 써 있는데? 그냥 갔다 왔어? 아니 여기 지금 약 하나 뭐 보여줬는데 응. 이건가? 아, 안내. 어디 가는지 안 보여. 진짜? 그 사람. 이씨. 영상 통화해. 알았어. 잠깐만. 응. 괜찮아? 몸이 안 좋은 것 같다. 괜찮아. 진짜. 약 이거. 다른 거 없어? 아니 여기 다 똑같은 약이야. 잠깐만. 이게 좋다고 이거 보여주는데? 잠깐만, 내가 지금 한번 검색해 볼게. 잠깐만. 회사가 다르네 회사가. 맞아. 근데 그 왼쪽에 있는 건 오래동안 있는 거야. 이 사람이 이거 보여줬거든? 그래? 저게 지금 잠깐만. 아니사키세이? 아니사키스. 모르겠는데? 잠깐. 기생충? 이거 한문? 그거야. 고등어. 고등어 먹었어? 고등어하고 전갱이. 고등어 먹으면 그럼 이거 먹어봐. 한번 먹어봐. 오케이. 이거 몇 개씩 먹어야 돼? 보여줘. 보여? 아니, 안 보여. 이따 사진 찍어줘. 오케이, 이따 이거 먹어볼게. 응. 이따 전화할게. 응, 알았어. 응.はい、一旦合流いたしました。シシマルチング、おっぱはですね、もう全然大阪何回も遊びに来てもらってるので慣れてるんですけれども、実は子供たち2人が初めての日本ということですごく楽しみにしていたので、今回はですね、もう韓国のミョンドンといっても過言ではない心斎橋、道頓堀付近に宿泊しているということでピックアップに行ってまいりました。シシマルが日本にいている時はシシマルがおもてなしするみたいな感じで、韓国にいている時は全部おっぱがおもてなしするみたいな感じで、交換しております。今回はおっぱの希望でできるだけ静かなところ、観光客のいないところに行きたいということでしたので、シシマルがお連れいたしました。おソースや大阪。乾杯。건배。건배。반가워요。はい、てなことでシシマルあんまり子供と話する機会とか今までなかったんですけど、面白いですね。見てたらもうなんか2家族カッチカチですね。子供らそらそうやんな。だって喋られへんもんね。喋られへんのに外国の人といきなり話させられるんですよ。やっぱこっから始まる思い出ってめちゃくちゃ面白いと思うんですよね。なので今からちょっと心をですね、ほぐしていきたいなって思ってるんですけれども、それはもう親たちの役割だと思っているので、少なからずお互いの国について知りたいとか、文化について知りたい、ファッションについて知りたい、あと恋愛のこととかも知りたいみたいな感じで、双方興味はあったんですけれども、いざ対面させてみるとカッチカチやないかって感じなんですが、面白いですね。シシマルのこっちの日本のチングの方はですね、K-POP が好きだったりとか、アイドルの推し活みたいなのとかやってたりとか、オンマに関しては韓国語ちょっと、
塾に通ってるとかな感じで、みんな興味あるような感じなんですけれども、今回ですね本を持って行ったりとか、あとパパゴダウンロードさせたりとかして、とりあえず子供たちだけにして話させようっていう感じで、獅子丸たちはこっち側のテーブルに移動して大人は大人の会話を楽しもうっていう感じで、今から日韓交流をしていきたいなって思ってるんですけれども、いいですよね。だってさ、出会いたくても同級生に出会える可能性って極限に低いと思うんですよ。13歳とか14歳なんて。でそれでたまたま親の友達がたまたま同級生、しかも両方ですよ、上も下も両方同い年の子がいてるなんて最高やなってなって、これほんまに多分奇跡に近い状態で合わせることできたんですけれども、こんな感じで獅子丸ってね、プライベートとかでもいろんな人と人をつなぐの大好きで、そこからいろんな経験値を上げていければなって思ってるんですけれども、面白いですね。最近の高校生の話ちょっと聞いてたらめっちゃ大人やなって思いました。高校生の女の子、韓国の女の子は何流行ってんのって聞いてたら、やっぱ日本ではもう化粧品欲しいみたいな、だからオリアンみたいな感じでこっちのドラッグストア行きたいとか、例えばキャンメイク欲しい、ケイト欲しいとか、獅子丸らからしてもそうなんやろうね。だって向こう行ってオリアン行ってなんか買うとか言ってるのと多分逆バージョンで、例えばさ、なんか向こう行ってヨーグルト買ってコンビニ行ってなんか買うみたいなのあるじゃないですか。で逆バージョンですよね。ファミマ行ってプリン買って、ローソン行ってケーキ買ってみたいな感じで楽しみにしていたそうなんですけれども、今回ですね、獅子丸たちは、その高校生の女の子、韓国の、長女ですね、化粧品欲しいということで、またパパが甘やかせるからね、めっちゃドラッグストアで何万円使わせてんねんって話なんですけど、めちゃくちゃ爆買いしてましたね。で獅子丸たちはちょっとアテンドしてこんな感じで日本のコスメ界で何が流行ってるかっていうのを全部伝授していたんですけれども、もう逆バージョン、同じく100均に行きたいということで、ダイソーもあるし、あとセリアもあるしみたいな感じで一通り連れて行ってですね、獅子丸の日本チングの子供、長男の子がですね、パパゴを使いながらこれ流行ってるよ、あれ流行ってるよみたいな感じで教えてあげたりとかして、すっごい微笑ましい一日を過ごしました。이거는 뭐지? 크림. 사진도 찍고 좀 해라. 아빠가 사진 찍어줄게 지금. 핸드폰 좀 하자. パパと一緒に海外旅行に来たらもう何でも言うこと聞いてくれて、何でも買ってくれるからっていうことで、今もう甘やかせに甘やかしてる状態で、パパがですね、長女にとんでもないブランド品を買ったりしてるんですけど、これ与えて大丈夫なんかっていうぐらい何十万使わせてるのか分かんないんですけど、次女に関しては全然なんかまだ13歳14歳ぐらいでブランドとかには興味ないんですが、もうそういういろいろあるわな、ほんま面白いなとか思いながら、なんか高校生は面白いですね聞いてて、なんかみんなやっぱ心がほぐれてきたりすると、ちょっと翻訳機使いながらお互いの文化とかファッションとか今のもうリアルな流行りについて話したりとかしてくれてる感じで、すごい楽しい一日過ごしました。で今日はもう朝からずっと一緒にいてるんですけれども、夜に関しては一応獅子丸たち主婦でもありますので、主人たちが帰ってまいりますので、今からご飯の準備をしないといけないということで、皆さんを送り出す感じになりました。心斎橋の、大丸まで。トモさん。안녕. 안녕. 다음에 또 봐. 안녕. 가. 몰라. 통 한번 해달래잖아 친구가. 안아줘. 딱 친구한테 기대. 안아줘. 어이. 조심해서 가. 전화할게. 전화해. 안녕. さていかがでしたでしょうか。こんな感じでですね、韓国の仲のいいおっぱが日本に来てもらって、一番最初はもう本当にほぼ食中毒にかかり、2日ぐらいで完全復帰してもらったんですけど、子供たちとの初日本だったので、すごい逆にある意味すごい思い出作ったなっていう話をしてたんですけれども、何はともあれ無事で良かったです。で完全復活して、この後ですね、次の日にユニバ行ったみたいで楽しんでたみたいですよ。
獅子丸たちはなんか分からんけどどうしてもやっぱりまた韓国料理食べたいっていうことで、さっきまで実はですね鶴橋の近所で遊んでたんですけれども、また鶴橋で、今から買い物をしていつもの日常に戻りたいと思います。獅子丸友の会の皆様いかがでしたでしょうか。ハプニングありということで、今回はちょっと獅子丸ならではの日韓交流をお届けできたかなって思っております。改めて思ったんですけれども、海外保険ってやっぱりいろんなタイプがあるので、皆さん保険に入って安心する、お守りにするっていうのはめっちゃいいことなんですけれども、いざ見てみたらどれぐらい保険が使えるのかとか、そういうのも大事だと思うんで、今回を機に獅子丸もちょっと海外保険についてもう少し深く勉強しようかなって思いました。それでは一旦お家に帰ってきましたので、今から主人の歌丸と夕飯を食べたいと思います。さてさて皆様いかがでしたでしょうか。今回は獅子丸の拙い韓国語を聞いていただきましてありがとうございました。で、人間同士ってやっぱり外国人でも言葉の壁を超越した関係ってできると思いますので、友の会の皆様もぜひ今回の動画が人間らしいって思ったらぜひぜひいいね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたすぐにお会いいたしましょう。じゃあねー。